ケイシーは本当にレムリアについて語ったのか。実は調べてみると、私たちが知っているレムリアとケイシーが語ったムーには少し違いが見えてきます。そして結論から言うと、ムー、レムリアの起源、文化あるいは歴史だけを体系的に語ったリーディングはかなり見当たりにくい。その中で注目すべきは、リーディングナンバー364の4。今回はそれを中心に調べてみることにします。ただし、ここで初めに知っておいてほしいことは、正確には、ケイシーのリーディングには、ムーと呼ばれる失われた大陸への言及が見られる。一方で、レムリアという言葉も全く出てこないわけではない。ただし問題は、後世の研究者や編集者がムーイコール、レムリアとして扱うことが非常に多いのだ。だから資料を読んでいると、ケイシー原点ではムー、エドガー、ケイシー財団、ARE 解説ではムーとレムリアの併記となり、ニューエイジ系の本ではレムリアという変換が起きる。つまりケイシーのリーディングにはムーへの言及があり、これを後世の研究者や ARE の解説では、レムリアと同一視して説明することが多いという点は、注意が必要である。ここでは、以後ムーに統一することにする。ここで話を364に戻す。例えばリーディングナンバー364の4。ムーが南太平洋方面にあり、アトランティスより前に消え始めたという断片的な情報。ARE 記事でも、ムーは南米西方、南太平洋方面に広がったものとして、364の13と364の4が参照されている。364の3。これはムーの起源というより、魂が物質界に関わり、人類が肉体化していく初期プロセスの話、レムリア理解の前提にはなるが、レムリア文明の始まりを直接説明する資料ではない。364の13。これは ARE 記事では、ムーの位置を南米の西とする根拠として挙げられている。ただし、これも起源論というより地理情報に近い。だから正確に言うなら、ケイシーのリーディングには、ムーの位置や鎮魂、残存者の移動に関する断片的な情報はある。しかし、ムーがどのように誕生し、どんな精神文化を持っていたかを詳しく説明する、レムリア創世記のようなリーディングは、少なくとも有名番号としては確認しにくい。364の4は、ざっくり言うとアトランティス初期史を語る中で、ムーの鎮魂にも触れる短い概論リーディングでしかない。日付は1932年2月16日、テーマは失われた大陸、アトランティスについての講演用素材で、364の1から364の3の続きとして与えられたもの。364シリーズ自体は、基本的にアトランティスに関するリーディングとして扱われる。364の4の骨子はこう。初期の人々は平和的だったこと、つまり、人々は自分たちは周囲の自然の一部であると認識し、物質的身体へ発達していく中で、周囲の元素や自然の力を利用し始めた、という流れで語られる。地球の位置、極、赤道の変化に触れる内容。地球の極や赤道、ヤギ座との関係のような、かなり抽象的で読みにくい地球変動の話が出る。この部分は正直に言うと、364の4の中でも最も読みにくく、解釈が分かれる部分である。ケイシーは地質学の論文みたいに説明していない。催眠状態で断片的に語っているので、現代人が読むと何を言ってるんだ、となりやすい。ケイシーが言いたかったことは、364の4では、大まかに言うと、地球は現在の姿のまま、最初から存在していたのではないという話をしている。つまり、極、北極、南極、赤道、海洋、大陸は長い時間の中で変化した、という世界観である。極移動、ポールシフト的な話。ケイシー資料全体で繰り返し出てくるのは、地球の軸の変化だ。現在の地軸は約 23.4 度傾いている。しかしケイシーは、過去に大きな地殻変動や地球規模の変化があり、その結果として気候帯、海面、大陸配置が変わったと考えていた。次にヤギ座、カプリコーンの話について、364の4では、ヤギ座付近や行動体との関係を思わせる表現が出る。ただし、ここで重要なのは、現代天文学のヤギ座の話ではないこと。ケイシーの時代には、
新知学や占星術の影響を受けた宇宙観が存在していた。そのため、柳沢時代区分、地球の配置、天体周期を象徴する言葉として使われている可能性が高い。364-4で重要な点は、ケイシーは南太平洋の大陸、ムーがアトランティスより早い段階で消失し始めたと語る。その原因として、地殻変動、火山活動、地球規模の変化が挙げられている。つまり、ムー滅亡は戦争ではなく、まず地球そのものの変化として描かれる。そして現代科学でも、プレートテクトニクス、大陸移動、地磁気逆転、氷河期は認められている。しかし、ケイシーが語るような、ムー大陸沈没のような極移動による文明崩壊は、科学的に確認されていない。3. 南太平洋、つまりムーらしき地域の消滅。ここが重要。本文では、サウスパシフィック、オアレムリアがアトランティスより前に消え始めたという趣旨が出てくる。ここはかなり重要なんだけど、同時に誤解されやすい箇所でもある。まず結論を言うと364-4は、ムー滅亡の詳細な物語ではない。むしろ、アトランティス以前に、南太平洋側の大陸、後の研究者がレムリアと解釈した大陸が失われ始めていたという短い言及に近い。ケイシー研究者が注目している部分とは、364-4ではおおむね、南太平洋地域が失われ始めたという趣旨の箇所がある。そのため後世の研究者は、これをレムリアと結びつけた。ただし注意すべき点がある。ケイシー本人は、現代のニューエイジ系の本のように、レムリア文明はこうだったとは長々と説明していない。このリーディングを時系列で見ると、ケイシーの世界観では、最古層は人類の初期物質か、364-3、次が南太平洋の大陸群。ムーと解釈される。その次にアトランティスの発展、そしてアトランティスの3度の崩壊という順番になる。だから、364-4で言われているのは、アトランティスが巨大文明になる前に、南太平洋側ではすでに大きな地殻変動が始まっていたという話になる。また消滅とは何か、ここも重要な点だ。後世の本では、よく一夜にして沈んだみたいに描かれる。しかしケイシー資料全体を読むと、どちらかというと、長期間にわたる沈降、分裂していったイメージだ。つまり、日本列島やインドネシアのような島々が、何度も地震、火山活動、地殻変動で変化していく感じである。ムーの位置については ARE 系解説では、南米西方、南太平洋、ポリネシア方面へ広がっていたと説明されることが多い。つまり、現代のイースター島、タヒチ、ハワイなどがしばしば関連づけられる。ただし、これはケイシーの地図ではなく、後世の研究者による再構成である。注目すべきなのは、ムーの場所そのものより、364-4の発想なんだ。ケイシーは文明は永遠ではないと言っている。さらに、地球そのものも変化すると言っている。つまり、ムーは単なる失われた大陸ではなく、かつて存在したものが消えていくという地球の歴史の象徴なんだ。だから364-4から安全に言えるのは、南太平洋側に失われた大陸への言及がある。それはアトランティス以前の出来事として描かれる。地殻変動、地球変化と結びつけられている。ムーの文化の詳細はほとんど語られていない。4. 364-4の猛獣、巨大生物と爆発物の話。地上の巨大生物への対抗として、人々が爆発物、破壊力を使い始めた流れが語られる。ここは技術の使用と地球変動が結びつく部分。これは364-4の中でもかなり異色で、ムーやアトランティスよりも、人類と巨大生物の戦いの話が突然出てくる部分なんだ。ただし、まず注意点はケイシーはここでティラノサウルスとかトリケラトプスみたいな具体名は出していない。後世の解説者が、モンストラス・アニマルズ、巨大な獣、恐れるべき生物を見て、恐竜のことだと解釈している。ケイシーが描く状況とは364-4では大まかに、地球環境が大きく変化する時代に、人類は自然界の脅威に直面していた。その中には、巨大な生物、危険な獣、人類の生存を脅かす存在が含まれる。
そこで人類は自然の力や物質の力を利用し始めた。そして爆発物を使い始める点。ここが重要。ケイシーは人類が爆発的な力を使うようになったという趣旨を語る。つまり単なる槍や石器ではなく、より強力な破壊手段。これがなぜ重要なのかというと、後のアトランティス物語につながるからである。ケイシー世界観では最初は生き延びるためだった。ところが技術を覚える、力を持つ、それを支配に使う。結果アトランティスの堕落へという流れになる。ケイシーが本当に言いたかったことは何か。実は巨大生物の方が主題じゃない。主題は力の使い方だ。例えば火を考えると分かりやすい。火は料理もできる。暖房もできる。でも家も燃やせる。戦争にも使える。同じ力なのに使い方次第でどうにでもなる。364の4で描かれる爆発物も同じ。最初は生存のためだった。しかしその経験が後のアトランティス技術文明へつながっていく。注意点は364の4はムーの精神文化を詳しく語る資料ではないこと。つまり364の4から言えるのは、ケイシーのアトランティスリーディングの中には南太平洋のムーがアトランティス以前に沈み始めたという断片的記述があることは確認できる。だが世間で言われるようなムー、つまりレムリアはワンネス文明だった。愛と調和の社会だった。レムリア人は高次元存在だった。これらのことはケイシーリーディングからは読み取りにくい。そこは後世のニューエイジ解釈が混ざりそのような解釈が広まったのかもしれない。そしてこんな考え方もできる。ムーとは失われた大陸の名前ではあるが、実は人類が忘れてしまった何かの記憶の象徴なのかもしれない。文明は消える。大陸も変わる。しかし記録は残る。そして私たちはその断片を拾い集めながら過去を理解しようとしている。時間とは何だろう。歴史とは何だろう。記憶とは何だろう。そして人類の起源とは。ケイシーのリーディングはムーという謎を通してそんな問いを私たちに投げかけているのかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございました。この内容が気に入った方はぜひチャンネル登録をして、次回のムーの人々はどこに行ったのかというテーマでお会いしましょう。